YouTuber こと松本です。今日はですねコレクションホールに来たんですけれども、いろいろねご紹介したいんですけれども、私一人だとちょっと心細いんで、ホンダの重鎮であるですね非常に車に詳しい川田さんをお呼びしました。よろしくお願いします。元ホンダ技術研究所でエンジン設計をやっておりました、川田と申します。もう多分ねここは案内できるぐらい詳しいですよね。古い車で来たら大丈夫ですね。ですよね。新しいやつは分かんない。あと、週1回ぐらい来てるんですか？週1までは行ってないですね。1ヶ月に一遍は来てますね。1ヶ月はいっぺんに来てるという方ですのでね、じゃあぜひご紹介お願いします。はい、お願いします。はい、今やってるこちらがですね企画展ということで1964年 F1 最初の年ですよね、これね。私が生まれる1年前ですね。で、なんか川田さん、これすごいんでしょ、これ。そうですね、これ最初の F1 で271なんですけども、この年だけがキャブレター仕様なんですよ、最初は。12連キャブというとんでもないキャブがついてまして、12連キャブって同調できんすか？無理でしょうね。これすごいよね。これ普段は顔を開けてないんで、今回特別に開けたということで、多分このキャブ仕様を見れるのは今回が限りじゃないかということで、できれば皆さん見といてほしいと思う。そうだよね。私見たことないですよ、これ。いや、僕もね、実物ちゃんと見るのは初めてなんですよ。で、向こう側には単体エンジンが置いてありますけども、これは272用で、見てわかるように FI 仕様なんですね。低圧インジェクションで。あれはね、なんかこれはみんな見てると思うんですけども、見てます。これ1台しかないこの271のキャブ仕様っていうのはぜひね、これはすごいですよね。皆さん見た方がいいと思う。これ確か 1500cc そうですですよね。 V12 の1500横置きですね。何がすごいって V12 のね横に置いちゃう横置きですからね。通常今だとレーシングカーね縦置きですけども、バカですよね。二輪の技術ということで、二輪の技術から来てるんですか、これやっぱね。これもね、液パイもね、これ手曲げなんですよね、確かね。手曲げですね。手曲げ。砂入れて、炙って曲げるという職人さんが1本ずつですよね。これもすごい。上の6本しか見えてないですけど、下側にも6本ある。そうだ、これ、そうですよね、12気筒だからね、これ、下に行ってんですよね。フロントバンク側が下通ってるんですよ。これ見えるかな。ちょっとかろうじて見えますかね。こんな感じでね、下側に2本エッジマークがついてる蓋がありますけれども、ですよね。これはすごいよね。でね、後ろにねバッテリー積んでるんですよ、ここに。そうですね、一番でサスペンション形式はやっぱこれダブルフィッシュボーンですよね。下やなってるなってね、ロッド式のダブルフィッシュボーンと。この頃、71年、私71年入社なんですけども、これが F1 が走ってた頃っていうと、中学生ぐらいでですよね。でその頃もちろんニュースではやんないしテレビではやんない、あと雑誌もほとんど出てないんですよね。あ、そうなんですか。ホンダが出てあってるぐらいだったですよね、出てたの。翔太郎さんがこれを追っかけて、ホンダの S600 でヨーロッパ行ってたんですけども、動く絵っていうのは、当時映画館で映画と映画の間にニュース映像っていうのは流れるんですよ。今だとコマーシャルです。そう、その頃はコマーシャルなくてニュースだけで、その時にたまに F1 が走ってる姿っていうのが出てきて、そこで初めてこのホンダの日の丸の F1 を見たと。これねウォーターパイプだと思うんですけど、これもね手曲げ板金アルミパイプですよね。アルミパイプね、これすごいっすよね。いや、なんたってね、フィットの排気量に12気筒ですからね。12気筒3倍ですよね。すごいっすよね、これね。
中身見てみたいっていうのが正直なところですけれども、とんでもないですよ、ですよね。みりんの技術の応用ですから、この頃は、はいはい、まあ4バルブは4バルブですけども、クランクシャフト系が全部、今みたいなプレメタルっていうか割りメタルじゃなくて、全部ニードルローラーの一体のクランクですから。組み立て式クランク。そう、だよね。1本ずつこう、圧入で押してって組み上げるという、とんでもないクランクですまあそれがホンダの F1 の第一歩っていうかね。これナショナルカラーだったんですよね、日の丸でね、その当時はね。宗一郎さんは金色にしたいと。そうなんですか。270ってこれの前のテストカーが全部金色だったんですよ。そうだったんですか。金色で申請したら、南アフリカかな、そこのナショナルカラーが金色だったんでダメと。じゃあ宗一郎さんがゴールド好きなんですね。そう。じゃあその影響があって無限のヘッドカバーがゴールドになったかもしれないですね。それでしょうがないんでアイボリー、白じゃなくてアイボリーに日の丸というのをくっつけたと。これがチャンピオンシップホワイトの始まりの色っていうかじゃないんですよ。アイボリーホワイトなんですね、これ。これアイボリーホワイトなの。白じゃなくて。そうなんだ。コックピットもすごいですよね。はい、こちらですね、コレクションホール3階のレースエリアっていうんですかね、こちらに来てます。でこちらが272ですね。RA272 1.5リッターの、F1 の最終戦ですね。65年のメキシコグランプリでホンダとして初優勝を飾った、初優勝マシンですね。11号車のデキンサーが乗った車ですね。優勝マシンです。やっぱり足回りがねダブルビッシュボーンですね。足回りがねなんかね今思うと量産っぽい。そう華奢ですよね、すごく。ボールジョイント使ったりね、ピロボール、ピロボール使ってます。ここですね、ここアッパーマー鉄板マリゲの溶接構造。そうですね。これがホンダ F1 初優勝マシンと。下にあった271っていうのがこれの前の年のモデルで、次の年65年度なんで272で、かなり改良を加えてスリムになってます。軽く作って、あとエンジンの位置、搭載位置も下げてしまって、さらに前傾して重心を下げると、でこのカウルの位置もドンと下がってます。ですよね。これすごいですよね。ドライブシャフトですね。これドライブシャフトむき出しですからね。こちらアッパーアームですね。そこにスタービーがついてるんですね。これね細多いですけどね、長いですよ。これスタビライザーアンチロールバーと言われてるものでね、これの切り欠きのところで位置を変えて効き具合を変えると、長さを変えてですね効き具合を変えるんですね。下からねやっぱマフラーが出てるんです。これねエキゾーストパイプが、これはサイドカウルがないんで見えますね、取り回しが。これホンダでね板金もやってたんですよね。そうです、全部手叩きで。これですね、アッパーアームロアームのポイントを変えるんですね。でセッティングを変えるんですね。これね、こちらリベットですかね。全部リベットです、でこの中に安全タンク入ってますから、航空機用のフュエルタンクですね。あ、ボディのここにね燃料タンク入ってるんでしたっけ。この間に入ってるんですね。ですね、はいはいはい。量産みたいなホースなんですね、これね、ブレーキホースね。これはね、レスターした時に変えてます。あ、そういうことですか。で、この車全部レスターしてあって、
シャーシ自体はオリジナルを使ってるんですけども、エンジンとかミッションは全部当時のものと同じ図面で作り変えてあります、ですよね。全て、で当時はマグネシウムで作ってたんですけども、耐久性がないんでこれは全部アルミに置き換えて作り変えてあります。だからこれは現状でも走行可能な個体です、確かね、藤木さんという人がやってました、言っちゃっていいのかな多分藤木さん見てると思うんで。こちらがですね、第1期 F1 時代ですね、1964年から68年と。こちらは3リッターになったやつなんで66年ですね、排気量がね、これ3リッター NA ですよね、確かね。3リッター、気筒数は制限なしということで、これが初年度の途中から出た RA273 という、またでかいっすよね、これね。123リッターですすごいっすよ。そう重かったんですよね。パワーはすごい450とか言われてたんですけども、重すぎてなかなかタイヤが耐えられないとかいろいろありましたね。で最初の頃はリッチ・ギーサーが乗ってたんですけど、途中からサーティスに、でこれは7号車はサーティスですね。さっきのに比べてドライブシャフトがバカ太いという。そうっすよね、これね。やっぱパワーをね支えるので、でダンパースピリングはね外に出てるんですね、これね。で排気系がね上から出てるんですよ、これ12本だし、でこれと次のやつは、中央排気なんですよね、V バンクの間に排気して、プラグの横っちょ、こっちがインレットがあるというタイプなんです、で要は上に出した方が排気の取り回しが楽であると、下にやると船とぶつかってしまうので構造材と取り回せないと、こういう構造に最初はしてます。これもね手曲げですからね。そうですね、この時代も。隣が、3リッターで1勝を挙げた、イタリアのモンツァで買った車ですね、RN300 で、隣の273が非常に重くて操縦性が悪いので、急遽、イギリスのローラカーズで急遽作り上げた車ですね。多分ローラのインディカーの車種を利用したんではないかと、向こうではホンドーラと言われている、ホンダとローラの合体さ。ホンドーラでこれによってサービスが100分の何秒かの差で、ぶっちぎってっていうか勝ったという車です、だから第1期はこれが1勝、1による272が1勝ということで、2勝ですね、ホンダとして。すごいっすね。ハブがねすごいごっついっす。これが最後ですか。これが、最後は最後ですね、ホンダとして最後の301というやつで、これの実績を踏まえてホンダで全部設計し直して作って、多分やめな、これの途中でホンダは撤退しちゃうんですけども、ヨーディンの本業にセイタスなんで、それがなければ多分総合優勝したであろうと言われる。でこれ排気系が今度外側に来るんですね。エンジンは全部やり直して、全部やり直した。外側排気にしたんですよね。でシャシから全部やり直してますから、でかなり軽量化して、性能的には多分3リッターの F1 の中で一番良かったと言われてた車なんです。ただこの時に、例の水冷空冷の確執があって、今ここにはないんですけど302というのをホンダが作ってしまって、空冷の V8 ですね、それで勢力が二分化されてしまって、こちらに全勢力をつけなかったと、そういうんでいい成績が収められた。設計が2つに分かれてたんですね。そうです。水冷と空冷と、宗一郎さん肝入りの水冷じゃなくて空冷をやると、で久米さんの方がそちらをやっていたと。
すごい取り回しですよ、マフラーの。手曲げの複合 R ですからね、これね。これはねこれはすごいよな。一本一本原稿で合わせで、長さね合わせなきゃいけないんですよ、これ全部。ここの集合部まで長さ合わせなきゃいけないんで、すごくなんか適当に見えますけど、これ長さ合ってないとダメなんでね。でこの当時ね、キャティアキャドないですからね、手曲げで職人さんが曲げてたと。基本的にはこういうものは図面がないです、ですよね、この間で曲げてここにつなげてくれという指示で全部作っていただくと今こういうことができる職人さんがいなくなってしまって、本当に。でここにある3台とあっちの1台は全部稼働する車です。動体今でもしてる車だそうです。こちらですね。